皆様、こんにちは。今回の動画は、6月1日に挿し木をして、その後どうなったか、という内容になります。まず、どのように挿し木をしたのか簡単に説明しますと、挿し木に使用したもみじは、いろはもみじ系の品種、出生城と桂の2種類を使用し、出生城は60本、桂は25本使いました。さらに、挿し穂を土に挿す前に、5種類の方法を試しました。1つ目は、挿し穂を何もしないで挿す。2つ目は、蜂蜜につけてから挿す。3つ目は、ハイフレッシュの粉をまぶして挿す。4つ目は、ルートンの粉をまぶして挿す。5つ目は、オキシベロンを2倍希釈した液に10秒つけて挿す。そして、挿し木の用土は、バーミキュライトを使用しました。挿し木をした後は、日陰に置き、たまに葉っぱに水をかけて、常に湿っている状態を心がけました。そして、こちらが挿し木から86日経過した8月27日の状態です。ほとんどの葉が枯れて、見た目は残念な状態です。できれば、この状態のまま継続させた方がもみじの挿し穂にとっては好ましいと思いますが、今回は実験なので、すべての挿し穂を掘り起こしました。これは、ルートンの粉をまぶして挿したもみじです。1本だけ葉っぱが生きています。次のエリアは、蜂蜜をつけてから挿したもみじです。これも、1本か2本だけ葉っぱが生きています。こちらは、ハイフレッシュの粉をまぶして挿したものです。他のと比べると、何本か生き残っていると思われます。次は、オキシベロンにつけてから挿したものです。2本くらい生きているかもしれません。最後のエリアは、何もしなかったもみじです。同じく2本くらい生きていそうです。お待たせしました。それでは、土から掘り上げた状態をご覧ください。1つ目は、ルートンをつけて挿したものです。1本だけ生きてはいましたが、発根はしていませんでした。2つ目は、蜂蜜をつけて挿したものです。こちらは、3本生きていましたが、1本も発根していませんでした。ハイフレッシュの粉をまぶして挿したものです。5本発根していましたが、3本は葉っぱは残っているものの発根はしていませんでした。撮影中、風が吹いて、枝がバラバラになって見づらくなってしまい、すみませんでした。オキシベロンにつけてから挿したものは、4本発根していました。その他、2本は葉っぱだけ生きているものの発根はしていませんでした。何もせずに挿したものは、2本だけ発根していました。その他に、葉っぱだけ生きていて発根していないものが4本ありました。今回の結果を見ると、もみじの挿し木をする際には、ハイフレッシュとオキシベロンは有効な手段であるということが分かりました。また、オキシベロンの場合、発根に成功すると、他のものより倍以上のたくさんの根が出ることが分かりました。ちなみに、出生城は60本中、7本成功したので、成功率は 11.7%。桂は25本中、4本成功したので、成功率は 16% でした。これは、1ヶ月前の7月26日に挿し木をしたいろはもみじです。挿し穂は30分くらい水につけてから、使い回した古い土につけてビニール袋をかぶせたものです。挿し木をしてから1ヶ月の間、一度も水は与えていません。気温は28度から35度くらいで、ずっと日陰に置いていました。すべての枝を土から掘り起こしてみたところ、18本挿し木をして、1本も発根はしていませんでしたが、18本すべての葉は枯れることなく残っていました。この結果から考えると、ビニールなどを鉢にかぶせて密閉させることで、挿し穂の葉の蒸散を防ぎ、湿度を高くさせることは、かなり有効な手段ではないかと思いました。よく、密閉されたペットボトルの中で挿し木をする人を見かけますが、同じようなことだと思います。今回、実験をした挿し木は、ビニールなどをかぶせることはしなかったのですが、もし、ビニールなどをかぶせて、葉っぱの蒸散を防いで高い湿度を保っていたとしたら、もう少し成功率は上がったかもしれません。今回のもみじの挿し木の実験で分かったことをまとめますと、挿し木には、ある程度の温度も大切な要素ですが、同時に高い湿度をキープさせることも重要で、
ビニールなどをかぶせて葉っぱの蒸散を防ぐことも有効な手段だと思われます。さらに、もみじの挿し木を行う前には、オキシベロン液を2倍希釈したものに、10秒間くらいつけてから挿すと発根量を増やす効果があることが分かりました。今回の内容は以上です。いずれにしても、もみじの挿し木は、難しい部類に入ると思います。今回は、いろはもみじ系の挿し木だったので、少し成功もしましたが、小葉内若枝や、大板や名月、ひな内若枝などを挿し木をしたら一本も成功しなかったと思います。まだ試行錯誤中ですが、少しでも皆様の何かしらのヒントになれば幸いです。また、挿し木を成功させるための、とっておきの方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございました。